やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だぞ。今回紹介するのは、KZ-AS16。なんで現在発売されて話題になってる、リファインバージョンの AS16 じゃないんだって？どうせ比較したくなるだろうから、エイジング中に旧作の AS16 を聞くんだよ。というわけで、今回は、比較用に古いバージョンの AS16 を聞いてみる。AS16 は2019年に発売された、KZ 製の8ドライバマルチ BA イヤホン。BA は、普通の丸型のスピーカー、ダイナミックドライバとは違うタイプの音を鳴らす機構。詳しい説明は省くけど、直方体の箱に入ってて小型なのが BA ユニットだ。この BA は、特定の音域を低電力で明瞭に鳴らせる特徴があって、補聴器用のものが音響用に発展したもの。単体で鳴らすと、普通のイヤホンに比べて鳴らせる範囲が狭いので、この AS16 のように複数台組み合わせて得意な領域を最大限活かすのが基本的な使い方。逆に、あえて1台だけで鳴らしてその塩梅を楽しむ、シングル BA イヤホンとかいうおつな商品もあるぞ。この AS16 は、過剰戦力の類、同じドライバーを2台ずつドーンと積んだ、パワー系イヤホンだ。数が多けりゃ強い。人類はこの法則を漫画と戦術以外で破ったことがない。そんな考えに基づいて、中華低価格ハイブリッド路線が巨大化の一路を突っ走った時代の産物だな。ただ、その路線は、他の KZ 製イヤホンとは大きく異なっていて、KZ のイヤホンって、当時は箱出し状態で、高音域が鋭く、低音域が太く、超低音域が震えまくる、という代物揃い。高音と低音が力強く楽しいイヤホン、ドンシャリ型の中でも特に強烈な、ドンシャリとでも言うべきバランスのものが揃ってた。でも、この AS16 は印象がかなり違って、高音は柔らかく、低音域は太いものの、サブベースはそれほどでもない、というバランス。つまり、感触、ソリッド、サブベースな KZ に対して、ウォーム、弾力、ベース重視、という、他のモデルとは少々異なる傾向のあるイヤホンだったんだ。なので、当時は、KZ の中で、一番クラシックとか、レトロ音源に対して許容力のあるイヤホン、なんて風に評してた記憶があるぞ。構成から見ると、AS16 は、高音域用のに BA を複合したユニットが3つ、中音域用 BA が3つ、でもって、低音域 BA が3つ、という、4種類の BA を2セット盛り込んだ構成になってる。同じ超マルチ BA だと、後に発売された AST とかの方が強なのではと思うかもしれないけど、実は単純に良し悪しは決められない。というのも、AST はより高音側に複数台の BA を重ねた構成で、低音用の BA が2台使われている AS16 とは異なり、1台で全部こなす仕様になってるんだ。つまり、似てるようでまるで異なる構成で作られた BA イヤホン、というわけ。ちなみに、今回発売された AS16 Pro は、仕様 BA は AS16 と同じ、プロの名前通り、しっかりと後継機してるぞ。AS16 はとにかくドライバの集合体である上に、外装の一部に重量のある金属を使っているので、とにかく重い。さらにサイズも大型だ。このため、人によっては長時間の使用で違和感を感じる場合がある。ただ、この前に発売されていたモデルが、針金でケーブルの形を固定するタイプで、耳穴に負担のかかりやすいケーブルだったのに対し、AS16 はチューブのみでカーブを作る、弾力のあるケーブルが付属してたから、AS6 とかで装着感がきつい、と感じてた人には、こっちの方が初期状態ではマシに感じただろう。遮音性は優秀、集中したい時には、密閉度の高いフル BA は優秀だ。というわけで、ここまでが、以前 AS16 を触った時の評価。実は、AS16、高音がもうちょっと欲しいなぁ。と思ってリケーブルしだすと、途端に正解が見つけられなくなる、当時物っぽいじゃじゃ馬感があったりする。AS16 の初期付属ケーブルで感じる印象は、さっき話した通り、サブベースは他の KZ に比べて常識的な範囲。低音域は強め、ボーカルも温かみのある比較的強めなもの。高音域はソフト。金銀銅ミックスの KZ アップグレードケーブルに変えると、あんまり変わらない。なので、BA の数が多いし、ネットワークボードを使って制御してるので、リケーブルの影響をあんまり受けないイヤホンかなと思ってたんだけど、最近普及しだした、今画像に映ってる新型の KZ 銀メッキ線にしたら、高音域が強烈になりすぎて、破殺音とかがかなり悪化した。当時は存在しないケーブルだし、組み合わせることが前提じゃなかったのかもしれないけど、そんな流れもあって、AS16 はウォームより、という評価のまんま、最近までこのイヤホンの二面性に気づいてなかったんだ。このイヤホン、リケーブルがめちゃくちゃ難しい。普通のケーブルに変えても変化が少ないし、同グレードの銀メッキ線にすると表変する。高音をあとちょっとだけ足したい。という時に、アクセルベタ組みで高音が強化されちゃうので、
ちょうどいい、が見つけられないイヤホンだったんだ、と、そこで出てくるのが、明日レビューする AS16 Pro なわけ。チューニングの小変更は行われてるだろうから、箱出しの印象がどう変わったのか、期待したいところだな。と、こんなところだな。逆に言うと、AS16 は、このウォームで包まれた感じのするバランスの、低価格 BA イヤホン唯一の存在だったりする。よりお安い AS12 もあるけれど、あっちの方が高音が良くも悪くもメリハリがついてる印象。より包容力があるのは AS16 だと思う。AS16 Pro の前に、旧 AS16 は生き残れるのか？そこら辺を期待しつつ、明日に向けてエイジングしておくぞ。と、いったところで今回はここまで。